アンバー渓谷睡眠タイプ別ゲット優先度、ジャスパルと申します。今回は睡眠タイプ別のゲット優先度ティア的なものを考えてきました。先日バレンタインでアブリーが登場したわけなんですけれども、アブリーで一番強いのって睡眠タイプがスヤスヤなことなんじゃないかと思いまして、それ以外にもいっぱいあるんですけれども、睡眠タイプ別のポケモンの評価みたいなことってこれまでちゃんとはやってこなかったなと、かなり感覚でやってたなってことで一度整理して考えてみました。で、一旦分かりやすさ重視で各フィールドの各睡眠タイプ3匹ずつトップ3を SAB の順番で並べてみました。各フィールド9匹が選抜されるような形になってます。一旦こちらを叩き台に皆さんの評価だったり考えを再確認するのにお使いいただけたらなと思います。異論反論活発な議論があると嬉しいです。初心者の方にも参考になるように考えたつもりではあるんですが、今と2年半前とでは序盤の環境も何もかも違っているまであるかなと思うので、ぜひどう思ったかとかもコメント頂戴できますと幸いです。皆さんとどれだけ考え方が一緒でどれだけ違っているでしょうか。それでは参ります。ってことで睡眠タイプ別ゲット優先度ティア見ていくんですが、まず前提としてこれを作っているのは無課金で最初期から遊んでいて、睡眠タイプは特に狙わず分割睡眠もしていないっていう人間が作ったそんなティア表になります。そしてゲームのバージョンは 3.3.0 となります。2026年2月末現在の状況となっています。これね、本当に睡眠タイプ狙いがかなりの精度でできる人の場合もう全く違う内容になるんじゃないかなと思うんですよね。それはそれでね、どうなってるのか気になるところではあるので、ぜひいろんな方の睡眠タイプ別優先度ティアみたいなものが見られることを願っております。ってことでやっていくんですが、今回若草 EX を除いた7フィールド分考えてきました。で、今回はアンバー渓谷編をやって逆順で島を戻っていくような形式で動画出していこうと思います。っていうのもアンバーではこういうポケモンがゲットしたいから、それを踏まえてゴールドでは誰を狙っておこう、ラピスでは誰を狙っておこうって逆算して作っていったのでこれが効率いいかどうかっていうのはちょっとね謎なんですけれども、叩き台ということでご容赦いただけたらなと思います。ってことでお待たせいたしました。睡眠タイプ別ゲット優先度ティアアンバー渓谷編、こんな感じにしてみました。左からうとうとすやすやぐっすりの順番になっておりまして、下に時点で入れるならこの辺かなというポケモンを置いております。これね、めっちゃ議論の余地ある私もね実に手探り感が否めないんですが、一旦こちらでお話ししていきたいと思います。ってことで睡眠タイプ別にお話ししていきます。まずはうとうとタイプ。 S ランク石住まい、 A ランク達兵衛、 B ランクバケッチャとしてみました。石住まいは一旦 S 置きでほぼほぼ間違いないかとは思ってるんですけど、 A、B は相当諸説あると思いますが、一旦これでいきたいと思います。まず石住まいはアボカド集めに必須級のポケモンってことで、ナックラーか石住まいどちらかは確保しないとほぼ作れないレシピがある上に、石住まいはアンバー限定で、ナックラーも他にトープのみとなっているので、アンバーに行く理由の大きなウェイトをアボカドが占めてるんじゃないかと思ってます。最強料理ってレベル上げもそんなに大変じゃなかったりとか、月曜日に作っていけると強かったりとかするので、そこをがっつり評価してのこの位置となるんですけど、これを作っている2026年2月末現在ってアボカドのレシピが今後近い将来に増えていくのかどうかはちょっと先行き不透明だなと思っているので、そこが懸念点みたいな気持ちはありますね。がとは言ってもアンバーでないとなかなか確保できないアボカドとなっているので、アンバーに来る最も大きな理由には違いないだろうってことで S ティアに置いています。ナックラーか石住まいどっちか片方でもいればもう片方の優先度もぐっと下がるかなと思いますし、トープでナックラー厳選を終えられたらすっ飛ばしてもいいと思うんですけど、それも込みでこれでよかろうと思ってますね。そんなアンバーうとうと S ティア石住まいでした。お次うとうと A ティア、こちら達兵衛を入れてみましたが、これねかなり諸説だと思ってます。
まずタツベイはアンバー限定のポケモンであるというところで、これもまたアンバーに来て厳選をする理由になる一匹だとは思ってます。で B に置いたバケッチャって言うてもゴールドでも出てくるので、今回は A タツベイにしちゃおうかなという気持ちですね。おそらくね、次のドラゴン島が来たとしてもまだ最強クラスのポケモンだと思うんですよね。ボーマンダー、そうやすやすとボーマンダー以上のポケモンって出さないんじゃないかなと思うんですけど、現時点でも料理パワーアップ S が使えて、アンバーにおいては常駐レベルで育成できるポケモンなのも相まって、アンバーに来たらまず狙って育成しつつ、次のドラゴン島まで見据えて育成していく、そんなねいいポケモンなんじゃないかってことで今回 A ランクに置いてみました。タツベイは本当にかなり諸説あるんじゃないかと思います。アボカドとかカボチャみたいな、持ってないとそもそも作ることができないレシピがあるみたいな、重要度みたいなところにおいては別にタツベイがいなくてもなんとかなりますし、ホリデーのミニじゃないアメブーストとかがないと一気に育てるのも難しいんじゃないかなと思うので、実際の編成機械みたいなところもアンバーにいる間は寝るときだけみたいになる気もしてるんですけど、フィールド限定でもあるし伸びしろもあるだろうし、入れちゃおうかなっていう感じですね。そんなアンバーウトウト A ティアタツベイでした。そしてウトウト最後はバケッチャとしました。これはもうそのまんまカボチャを集められるポケモンが現状ほとんどいないからにつきますね。バケッチャかミカルゲがカボチャを大量に集める上でほぼ必須級のポケモンだと思うんですが、現状はミカルゲはゲットが大変な上にラピスウトウトもアンバーウトウトも競合が強すぎるので、ミカルゲ狙うんだったらウノハナウトウトかなと思ったりもするんですけど、今ウノハナに戻りたい理由もそこまでないのかなとも思うので、ミカルゲはチャンス待ちということでカボチャの重要度からバケッチャを3位に入れてみました。ただし今ってね、それこそバレンタインでデザート最強のレシピがカボチャを使わないものに入れ替わりましたし、正直カボチャなかったとしてもそこまで不自由しないと考えられなくもないので、ここもね相当諸説食材はね環境次第で諸説すぎるといえば最初からそうなんですけど、今後ねカボチャだったり美味しい尻尾のレシピって新たに追加されるんでしょうかね。ガラルヤドンが来たらその時だと思いますそんなわけでアンバーウトウト、ほぼ間違いないだろうというアボカドの石住まいが S、 諸説ありすぎそうなタツベイが A でバケッチャが B でした。皆様いかがでしょうか。いや辞典は誰になるんでしょうね。ツボツボちょっとねここも皆さんの評価を聞いてみたいなと思いますね。で一応その他のポケモンたちを仙外にした理由も簡単にお話ししておこうかなと思うんですが、まずキャタピーアーボは現地で狙うというよりはここに来る前に狙いたいかなという気持ちで、一旦仙外として、カイロスはフレンドポイント16だし、すやすやにアブリーがいるしってことで、パルデアウパーはね結構ありなんじゃないかなとは思っていて、そのゼニガメはミルクの方に回したい気がするので、パルデアウパーの評価自体はかなり高いんですが、トープのエスティアに置いたので一旦仙外としました。でツボツボは木の実ジュースがもう本当にとんでもなく使いやすかろうと思ってはいるんですけど、いなくても別になんとかなるし、タツベイと違ってフィールド限定でもないので一旦仙外で、ヘラクロスはバージョン 3.3.0 アップデートでビルドアップ食材アシスト S というスキルに魔改造されまして、使用感そのままに料理代成功確率まで上がるっていう、本当にシャワーズやケッキングが涙目になりかねないくらいの超強化をもらったなとは思ってるんですけど、ベースが食材ゲットなので、ヘラクロスが大雑把に食材を集めた後に足りない分を集められるプロフェッショナルはやはりいてほしいんじゃないかってことで、アボカドの石住まいとカボチャのバケッチャをより優先した形にしてます。でミカルゲは B カボチャとしてもキノコのポケモンとしてもすんごい優秀なんですけど、なんでバケッチャと睡眠タイプかぶせたんですかっていう感じになってます。
ちなみにバケッチャは個人的には大きくて所持数多い方が好きなんですけど、ここはもう完全に日中のタップ頻度とかで変わる部分かなと思います。一応小玉とギガ玉が6分の1ずつで、中玉と大玉が6分の2ずつと言われております出現確率。やっぱりね、アンバーウトウトは狙いたいポケモンがめちゃめちゃ多いので、サブレの投げ先には基本困らない、そんな睡眠タイプになるとは思います。そうは言っても、先日石住まいも達兵衛もバケッチャもツボツボもミカルゲもヘラクロスもいなくて、カイロスにサブレあげるとか、パルデアウパーにサブレをあげる日もあったんですけど言うてそこもゲットしたいポケモンにはなるので、マジでね、もうちょい睡眠タイプというか出現フィールドというかばらけてもよかったのではとはちょっと思ってます。そんなアンバーウトウトでした。それでは続いてスヤスヤタイプ。 S アブリー、 A ヒトカゲ、 B ロコンとしてみました。こちら順番にお話ししていきます。まずスヤスヤの S ティアはアブリーなんじゃないかと思ってます。で、流れでヒトカゲまで一緒にお話ししちゃうんですが、まずアンバースヤスヤの食材ポケモンでゲットしやすいのってこの2匹しかいないんですよね、現状。あとはガルーラとかメタモンとかラッキーとかになるので、この2匹の評価が相対的に高いと。で、木の実のポケモンたちもアンバースヤスヤって結構多くて、ロコン、アチャモ、ネイティ、ムンナとかがいるんですけど、アンバーで直接的に活躍するポケモンたちではないので、言ってしまえばわざわざアンバーで狙う意味って現時点では薄いのかなと思ってます。これでね、次のフィールドが格闘島ですよって告知されていれば、さすがにアチャモの評価がぐっと上がったりするかなとは思うんですけど、今のところ不透明なのもあって、木の実のポケモンたちが評価しづらいと。ってなると、アブリー、ヒトカゲの2トップが選出しやすくて、で、この2匹の優先度に関しては、ヒトカゲのミートって比較的集めやすい食材だと思ってるんですよね。ココドラもいますし、第2食材ミートのポケモンなんかもそれなりにいたりとか。で、生姜は比較的貴重寄りな食材だと思ってるんですけど、今これを作ってる時点では環境的にそこまで使わない食材なのも相まって、アブリーの蜜の方が、今はかなり貴重だろうっていう判断と、アンバースヤスヤにおいて絶食枠に2枠入ってるヒトカゲって、おそらくアンバースヤスヤ内で最も出現しやすい1匹だと思うんですよね。あとは EV も2枠入ってるので、 EV ヒトカゲがアンバースヤスヤで最も出現率高いと思うんですけど、アブリーとヒトカゲ両方出てきた時には、そういう観点からアブリーを優先した方がいいだろうみたいなところまで含めて、アブリー S、ヒトカゲ A に置いています。で、絶食枠についてはこちらの動画をご覧ください。で、絶食枠とか最終枠みたいなこともね、この動画でもちょっと触れたりするんですけど、今後の仕様変更でいつでも変わったりとか撤廃されたりする可能性もあるだろうなとは思っているので、そこはね、ふんわりと覚えておいてください。リザードの星1ネガオもアンバースヤスヤの絶食枠にいるっぽいので、そこまで入れると本当に人影系を狙うチャンスはかなりあるだろうなと思ってます。ここはね、本当に生姜の今後次第では評価が入れ替わる可能性はあるんですけど、しばらくこうだろうなと思ってます。本当に生姜が派遣食材になる未来を楽しみに待ちたいですね。って感じで、相対的にアブリーの方が上なんじゃねっていうのもありますし、蜜ってカイロスはゲットしづらくて、不思議種はラピスウトウトくらいでしか狙えない上に、ラピスウトウトには最強とも言えるライバルミニリュウがいるっていうところまで考慮すると、不思議種にサブレを回せる機会ってそこまでないんじゃないかってことで、蜜はアンバースヤスヤでアブリーを狙うのが一番よかろうという結論にしています。これがアブリーはスヤスヤタイプであることが一番偉いみたいな話になりますね。ってことで、流れでヒトカゲまでお話ししたんですが、スヤスヤで蜜を狙えるアブリーが Sで、言うてもそこそこ貴重な生姜と、アンバーにおいては出現しやすさ、飴の集めやすさ、炎タイプで炎帝とも相性がいいことだったり、一応メガ進化や巨大マックスも控えているみたいな要素から A ティアヒトカゲでいきたいと思います。で、スヤスヤ最後は相当諸説ポイントなんですが、ロコンにしました。一応ね、もう下の欄にアチャモとラッキーを置いているくらいには諸説あると思ってます正直ね、アンバースヤスヤはアブリーとヒトカゲの2匹のみにしてもいいんじゃないかというぐらいの気持ちではあるんですけど、一応ロコンを選出した理由としては、
エンテイと相性がいいことと、アチャもネイティ、ムンナって全員ラピスで強い木の実得意になるんですよね。で、ラピスって彼ら以外にもチコリータとかキモリとかもいるので、今選ぶならロコンみたいな感じですね。そんな浅い理由ではあります。なのでもうここは好きなポケモンを狙いましょう。ラッキーですらいいんじゃないかなと思ってます。ラッキー直ゲットもまん丸いし使わなくて済みますしね。みたいな感じでアンバーすやすや、もう存在が偉すぎるアブリーが S で、伸びしろの塊人影が A で、諸説ありすぎるロコンが B でした。で、時点としてはアチャもラッキーを上げてるんですけど、この辺はもうお好みですかね。で、ガルーラメタモンはフレンドポイント16なので一旦線外として、 EV は全フィールドで出てくるのでアンバーじゃなくてもいいだろうってことで、ネイティとムンナはラピス担当として見るんだったら、飴が集めやすくて育成しやすそうなアチャモとかキモリでいいんじゃないか説があるので、一旦この位置、まあクレセリア復刻に期待って感じですね。で、プラスルマイナンはめっちゃ強いとは思ってるんですけど、無課金で育成するのはちょっと大変なので、こちらも一旦線外で、エンテイは出てきたらサブレ上げてほしいな、でもそもそも出てこないなみたいな感じですかね。言ってて思ったんですけど、私まだアンバーで1回もエンテイに会ってないかもしれない一応2アカウントプレイしてて、もう20週間くらい累計で過ごしてると思うんですけど、一回も出会ってないかもしんない。本当にまあね、まだエナジーが足りてないんだろうっていうのはあるんですけど、もうちょい出会えてもよくないですかここはもう本当にトープ EX 待ちとなるんでしょうかね。まあ若草 EX でもね、別にライコ全くと言っていいほど出てこないんですけどね。そんなアンバーすやすやでした。最後、アンバーぐっすり S ナックラー、 A ヨーギラス、 B ピンプクとしてみました。まずはナックラーから。ナックラーを S に置いている理由は、アボカドの必須級ポケモンだからですね。もう本当に石住まいと同じ理由になりますが、石住まいとちょっと違いそうなところは、ナックラー厳選がうまくいってたら石住まいの優先度ってだいぶ落としても良さそうだろうなと思ってるんですけど、ナックラーって唯一のアボカド A 食材の食材得意なので、いつか AAA 神ナックラーを探したいよねみたいなところまで含めて、石住まいの厳選がうまくいっててもまだちょっと探したい的な、本当にアンバーで最も優先度の高いポケモンと言えるかもしれないなとは思ってます。なかなかね、アボカドが貴重すぎるので注目には上がらないんですけど、何気に第2食材激辛ハーブの食材得意ポケモンもダークライを除くとナックラーしかいないので、そういう意味でも今後しばらくは優先度下がらないんじゃないかとも思ってます。ぜひね、ハーブが足りない方はハーブ個体もキープしておくといいんじゃないかなと思いますね。で、もうナックラーの食材の能力に関しては、キテルグマだったりクワガノン、パンプジンみたいな新食材×エナジーチャージ S 組の例に漏れず、かなり優秀な部類でトープでも出現するので、本当にトープ時点から狙っていきたい、そんなナックラーを S ティアとしてみました。アンバーグ3は絶食枠に入っているので、トープより出現率が高そうなところもポイントかなとは思いますが、実際どうなんでしょうかね。普通にゲーム進行しててトープに来た時点でもそれなりにナックラーって会えるんでしょうかね。まあとにかくアンバーで厳選をする大きな理由になる一匹だと思ってます。ナックラーでした。続いて A ティアヨーギラス。くしくもナックラーからのヨーギラスってことでトープのメンツになりましたね。ちなみにトープ編ではヨーギラスは3番手に置いていて、2番手を原種パーにしてます。その生姜がそこまで重要じゃないことと、育成コストがどうしても高いことを考慮して、アンバーに来てから本格的に探すのでもいいんじゃねみたいな気持ちがありますね。まあビサーだとは思うんですけどね。で、人影、ロコンもそうなんですけど、トープのポケモンたちってこれまで他のフィールドに出張してくれることがかなり少なかったので、そういう意味でも重要度を少し高めにしてます。現環境の食材優先度だけで言うとピンプクの方が上でもいいような気がするんですけど、ピンプクってアンバーに至るまででも狙えるタイミングってそれなりにあるかなとは思っているので、今回ヨーギラスを A にしてみました。一応ね、第一食材が生姜の食材得意ポケモンって未だにヨーギラスとガルーラのみで、リリース時から1匹も増えてないんですよね。
なのでそれこそサラダフェスとかカレーフェスとかのタイミングでアブリーみたいな生姜のポケモンと共に最強の生姜料理が追加されるなんていう未来もあるかもしれませんね。てなわけで生姜のポケモンとしてもガルーラよりゲットしやすくて、最終的にもガルーラを大きく上回る能力になるヨーギラスは今後も生姜ティア最上位であり続けるかなと思います。まあパルはね AAA 厳選が簡単に終わるとは思っていないので、ずっと大豆の子を探しているんですけどね。そんな感じでそろそろヨーギラス育成に踏み出すタイミングかもなってことで、 EX を除くとトープぶりの出現となったヨーギラスをアンバーグ3の A としてみました。そして最後ピンプク、卵のポケモンとして最強格のピンプクをチョイスしてみました。ピンプクもねヨーギラスと割と状況は似ていて、他に第一食材卵のポケモンってフレンドポイント16のデリバードしかいないので、必然的に卵担当として重要な位置に置かざるを得ないポケモンだと思ってます。進化にまん丸石を要求されちゃうんですけど、それもやむなしかなと。で他に第二食材卵のポケモンも雪かぶりのみとなってるので、人影がいる生姜よりもよりピンプクの重要度って高いと言えるんですけど、出現フィールドがそれなりに多いのでアンバーでゲットしたいかって言われるとどうだろうってことでこの位置にしてみました。本当にねスキルの元気オールもめちゃめちゃ便利ですし、鈍足高所持数で日中のタップ頻度が少なくても一括睡眠でも強さが損なわれにくいですし、さらにスキル確率も相当低い部類なのでタップできてない時のもったいなさみたいなものも感じづらいですし、お手サポだったりお手ぶとも相性がいいですし、なんならやり込みで2000時間リボンラッキーを目指してもいいっていう、本当に実用面でも感情面でもめちゃくちゃ優秀な一匹だなと思ってます。マジでねまん丸石だけゲットしたら 5% の確率で持っててくれないですかね。まあこれ本家の話なんですけど、とはいえねまん丸石のコストを払う価値が十二分にある素晴らしい一匹だと思ってます。そんなピンプクを最後に置いてみました。ってことでアンバーぐっすり、アンバーで厳選をしたい大きな理由の一つアボカドと実は貴重な B ハーブのナックラーが S で、トープ以外にようやく出てきてくれたヨーギラスが A で、優秀すぎるし AAA を探したいピンプクを B としてみました。でひとまず時点で水五郎かなっていう気持ちですかね。チルッとはね現地で探すというよりはそれまでのタイミングで探しておきたいなとも思いますし、現地だったら達兵衛探したいなみたいなところで一旦船外として、ワシボンはシアン EX を考えるとめちゃくちゃありだろうなと思ってるんですけど、シアン EX の使用が現時点ではどうなるか全くわからないので一旦船外としていて、まあ P はめったに出てこないので船外で、クチートとトゲデマルはフレンドポイント16で、エレズンはね本当にちゃんとプラスマイナス揃えたりとか、まあ2体揃えれば無類の強さを発揮してくれるとは思ってるんですけど、採用と金種と育成のハードルが全部高いので、まあ広くおすすめできる感じじゃないなと思って船外にしました。本当にね水五郎ラグラージは木の実不一致でも料理チャンスのポテンシャルだけで意外とどこでも戦えてしまうという汎用性の高さも考慮して、食材の厳選があらかた終わったら率先して狙いたい枠かなっていう感じに考えてます。といったアンバーグ3でした。ってことでアンバー渓谷の睡眠タイプ別ゲット優先度こんな感じになったんですけれども、いかがでしたでしょうか。今回選出したポケモンたち以外はアブリーとラッキー以外はアンバーの絶食枠に入っているので、それなりに見かける機会もあるかなと思います。もっと正確にね出現率とかまで考慮して話せたらよかったんですけど、そのあたりは細かい数値がわからないので雰囲気と体感でお話ししてます。ラッキーもね絶食枠ではなく最終枠でそれなりに見かけるポケモンだと思っているので、意外とサブレを上げられるタイミングもあるだろうと思ってます。最終枠についてはこちらの動画をご覧ください。アンバーの最強ネガオって今後ボーマンダとフライゴンが最終枠に入ってくると思うんですけど、スヤスヤだけはハピナスの星3ネガオか、ネガオが解禁されてれば 20% の確率でスヤスヤはエンテイの星3ネガオになるっぽいので、まあハピナスはね本当にそこそこ飴を集めやすいっていうのも育てやすさにつながって評価上げてるかなと思ってます。
こんな感じでね、この要素を考えたらこのポケモンの方がもっと優先すべきなんじゃないみたいなことってかなりたくさん見出せるだろうなとも思うので、ぜひね皆さんの考えたトップ3なんかもお聞かせいただけますと幸いです。私もね現時点ではこういう感じかなと思って7フィールド分作ったんですけど、またコメントとか見たりして自分の考え整理して微調整していこうかなと思います。そんな睡眠タイプ別ゲット優先度アンバー警告編でした。次回はゴールド急発電所編をお届けいたします。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけますと幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当にたくさんの応援、そしてたくさんのコメントありがとうございます。それではね、ひとまず若草本島まで7フィールド分戻っていきたいなと思います。EX はどう評価しましょうかねEX ね、絶食枠の強いフィールドなので、全部終わった時点でおまけ的に考えてみてもいいかなと思ってます。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。